こんにちは、ドラ旅です。今回は鹿児島県。思わず行きたくなる場所を教えます。おはようございます。鹿児島旅の4日目、いよいよ最終日です。旅の最初の頃は、あと3日もあるって思っていたのに、もう終わりだから、時間の流れがものすごく早く感じます。今日は仙巌園と日本の近代化の基礎になった集成館事業の産業遺産と新しくオープンした駅を見ようと思います。開業イベント真っ最中に到着して予想以上に人がいらっしゃいました。道は混んでいて駐車場はどこもいっぱいで一帯がお祭りのようでした。今は駅の1日あたりの利用者が想定の倍を超えているらしいです。待ち望んだ駅が開業した日に行けることはめったにないので楽しんでいこうと思います。このチャンネルは車で西日本を旅するチャンネルです。気になる方や応援してくださる方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。車が多くて入れなくて一旦通り過ぎてますが、まずは仙巌園の方へ訪れようと思いました。8年くらい前に一度来たことがあって、その翌年に大河ドラマが始まったことを思い出しました。その当時はあまりお店とかなかったのですが、随分と変わっていましたね。この日は朝から雨で縁起のいい島津飴が開業の日に降るなんて幸先がいいですね。これをいただきました。中はカルカンが入っています。入り口入ってすぐに反射炉が見えてきます。鉄を溶かして大砲を作る最先端の技術を短い間で自分たちの力で作ったということで、幕末から明治にかけて日本の近代化に大きく貢献した場所ですね。残っている反射炉はここと山口と静岡の合計3基です。以前よりお店が増えていました。美味しそう。ありがとうございます。ジャンボ餅は絶対いただくべきですよね。焼きたての香ばしい香り、とろみのある砂糖醤油と柔らかい餅が美味でした。今は仙巌園と呼ばれていますが、磯庭園の方がしっくりくるという方もいらっしゃいますよね。 Google マップでは御殿ではなく磯御殿と表記されていて、なんでなんだろうと思って調べてみると、昔は磯庭園と呼ばれていたそうです。磯御殿は島津家の別邸として築かれて、一時期は本邸として使われていました。今残っている建物は当時の半分しかないとはいえ、篤姫や西郷隆盛も見た美しい庭園とか錦江湾と桜島の雄大な景色があって、殿様の暮らしとそのスケールの大きさを感じます。
この石階段は覚えてますね。微妙に曲がった階段でなぜか印象に残っています。園内の随分と奥まで来ました。この先に行くと猫の神社があります。猫神社かと思いきや猫神社という社号でした。吸っても音が出るのでハーモニカの原型と言われています。足で作ったリードをつけて吹きます。両楽器の大声の原型と言われています。管が太いため吹き込む息の量が多く必要です。いつもと違う特別な洗顔園の雰囲気でした。全部行こうと思うとおよそ1時間は必要かなと思います。遠くに見えてきた古い洋風の建物。イギリスから紡績の機械を輸入して日本初の洋式紡績所を設けたんですが、その技術指導を受けるために招いたイギリス人の技師7名の宿舎として建設された建物です。当時の織物は手作業で大量生産できませんでした。そこで日本初の紡績の工場を作って大量に作ることで、例えば軍服とか船の帆布や装備品を大量に作ろうとしたわけです。その指導を受けるために海外から技師を呼んで、ここに社宅のようなものを作ったんですね。
ありがとうございます。よければこちらのパンフレットも。日本の甲冑は世界の鎧の中で一番かっこいいと思います。景観に配慮したシンプルな駅でした。海がすごく近いし、あまり大きな駅ではないですが、この景色を見る目的で来てもいいくらい絶景です。最後は証拠修正館ですね。もともとは金属加工のための工場で、現存する日本最古の石造り洋式機械工場です。仙巌園、修正館、異人館と見てきて、それぞれ違う島津家の顔がありました。仙巌園では島津家の美意識と権威というのを感じます。御殿では江戸時代の大名としての格式と教養の高さが体感できました。異人館では島津家の国際感覚と柔軟性ですね。西洋人を迎えて異文化に偏見を持たないで人材を取り入れる姿勢というのは、海外との貿易もしていたリーダーだからこそ、さまざまな感覚が優れていたんだと思います。最後の修正館では先見性と実行力で日本初の試みが数多く詰まっていて、国を守るため何をするべきか理解して実行させる力が本当にすごいと感じました。桜島 SA でお土産を買って帰ろうと思います。この後途中で疲れすぎて温泉に入っています。
ここは山鹿市にある家族湯山伏。ちなみに家族湯発祥の地はここ山鹿市と言われています。他の温泉がいっぱいで周辺を探してこちらにたどり着きました。このレトロな感じ、落ち着きますよね。部屋は1700円から1900円くらい。スタッフさんの対応も良くてリピート確定です。部屋に入るとあるのはドライヤーだけでした。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。この家族湯は良かったですね。5名まで追加料金がなくて、家族で利用するには最高じゃないですか。広い鹿児島県のほんの一部だけなんですけど、今回旅して感じたのは、肉も魚も野菜も食べ物がとにかく美味しい。桜島とか錦江湾とか霧島連山とか自然が雄大で綺麗。中世あたりから明治までの歴史も面白い。そう感じました。次は薩摩半島の指宿や枕崎や知覧、大隅半島の佐多岬や鹿屋とか、他にもいつか行きたいところが多くあります。本当に4日間楽しかったですね。また必ず伺います。応援よろしくお願いします。それでは次の旅でお会いしましょう。またね。